株式会社プレイブレインはゲームカルチャーをより多くの人々と共有したいという思いからですね、2016年に設立されました。 e スポーツを含むゲーム会社が社会にポジティブな影響を与えることを信じ、それが受け入れられる社会を目指して e スポーツ大会運営をはじめ、配信制作、グッズ制作、販売、タレントマネジメント、分析などさまざまな e スポーツ関連事業を行っております。複数のスタジオがございまして、1週間の間に異なるスタジオで配信するということがあるんですけれども、各スタジオに配線がすでにされていますので、システムを大きく変えることなくケイロス1台でさまざまなクオリティの配信に対応ができています。これまでは PC を用いてソフトウェアスイッチャーを使用していたのですが、やはりソースに限りがあるということで、複数台の PC を用いて配信を行っていたんですけれども、そういった場合ですね、クオリティを追求するほど、機能面での制約に縛られるということで、現在はそのケイロスを導入してから一つのソースに集約することができました。そのおかげでですね、コスト面でもカットすることができましたし、運用する人数も従来はですね複数人いたところを少人数で行えるようになったので、クオリティを上げながらも少数の人員で配信ができるというふうになりました。他社との機器と比べてやはり ME が GPU の性能を許す限り重ねられるというところが大きな利点かなと思っております。他社のスイッチャーだとキーやアップダウンストリームキーやダウンストリームキーに制限があるので、そこの制限がケイロスだとほぼないような形で操作できるので、そこは大きな利点かなと思っております。LJL ではですね、選手がたくさん出るので、そのチームの切り替えとかもあるんですけども、それをマクロで一括で全部切り替えられるようにしています。そのマクロを使うことによって1試合目2試合目でもう計4チーム出るんですけども、それの切り替えもスムーズに行えますし、そのミスがなく配信を行えるっていうのがすごく良い点だと思っています。特にですね、今 LJL のキャスターデスクでキャスターさんが喋っているデスク上に黒巻きで窓がついてるんですけども、黒巻きで抜いている窓も綺麗に抜けているので、そこもやっぱケイロスの良い点だなと感じています。プロファイルを保存してそれをすぐに呼び出しができるっていうのがすごく良い点だと思っておりまして、弊社では LJL と LCP っていう2つの配信を同時に行ってるんですけども、それをプロファイルを読み込むことですぐに切り替えられるっていうのがすごく助かっています。他のスイッチャーですとやっぱりいろんなシーンをもうそれぞれのシーンを作ってそれを切り替えていくっていうのが基本ではあるんですけども、ケイロスだと大元のシーンを1個作ってしまって、その中身をマクロで呼び出して切り替えてしまうということができるので、やはり仕込みの時間もすごく短縮できましたし、それを使うことでやっぱりより多彩な動きをすることができるので、すごく仕込みの時間も短くなって視聴体験もすごく良くなって、ケイロスを使って良かったなと思う点です。e スポーツの配信だと特にトランジションがすごく多くあることがありまして、普通のトランジションと、あとは勝利した時の専用のトランジションと、あとはすごく長い配信に入る前のトランジションと様々あるんですけども、それをやっぱりたくさん入れられてそれ一括で管理できるっていうのはすごくケイロスの良い点だなと感じています。あとはですね、 NDI でアルファで入れることができるので、そこに選手の情報を入れたりだとか、今 LGL だとバンピックっていうものがあるんですけども、それの情報をキャスターデスクに載せたりだとかっていうのがすごく便利な機能だなと感じています。ゲーム中に選手のカメラを出してるんですけども、そのカメラの、その入力ソースと、あとは名前ですねをこう切り替えていかなければいけなくて、すごい大事なシーンがあった時にそのシーンを作った選手のカメラをやっぱ出すようにはしているんですけども、そこでやっぱ自分で判断して、今この選手を映そう、この選手を映そうっていうのを切り替えて試合中に行っています。それがやっぱりマクロで一括で管理できるっていうのがすごくケイロスの良いところですし、そこもパスリニアを使って上に出てきたり下がったりっていう演出を入れてるんですけども、それも一括でマクロで管理できているのですごく助かっています。従来の他社製のスイッチャーだと言語が英語だけっていうことが多いんですが、それに加えて複雑な操作方法っていうところがネックになっていたんですが、ケイロスは簡単に操作することができて、
他のソフトウェアにも似たような操作感で操作することができるので、オペレーター側の習得するまでの時間が比較的に他社のスイッチャーより短いというところが大きな利点かなと思っております。現在弊社はですね、スタジオの配信で Keros を使用しているんですけれども、今後はさまざまなオフライン大会で Keros を使用してクオリティの高い演出をすることができればいいなというふうに思っております。さらに Keros がですね e スポーツ業界の標準というか e スポーツ業界に広まっていくことによってさまざまな配信でより高いクオリティの演出ができるようになるということを思っておりますし、そうすることによって今後日本の e スポーツ業界のさらなる発展につながっていければ嬉しいなというふうに思っております。今はオンラインで配信をすることが多いので、あまり外に持ち出してはいないんですけども、やはりオフラインの現場でKerosを使ってオペレーションしたいというのはすごく思っています。特に e スポーツの現場ですと Day1 と Day2 とかあったりするんですけども、 Day2 は決勝戦みたいな時にやはり決勝戦だけだとコンテンツが少ないので、そこにいろんなエンタメに富んだコンテンツをやることがありまして、そういう時に Day1、Day2 でプリセットを切り替えて Day2 を特に楽しんでもらったりだとか、Day1 はもう試合に集中してもらうだとか、そういうプロファイルを一発で切り替えられるっていうのがすごく良い点かなと思っています。あとはですね、去年も作っていたんですけども、キャスターデスクに降りる時にスナップショットを使ってすごく動きのある演出を作っていて、そういう演出も LJL で取り入れられたらなというふうに思っています。やってくるが、ソーラーフレアをスーパーターンで回避して前にいた突入操作打ち切ったもののそのまま倒されてしまう。ヤーニングワンコンボ勝利をしたのは QT リグとなりました。Panasonic